こんにちは、JP コンサルタントです。今日は趣味の部屋ということで、肉を硬くならないように焼く方法という動画を作ってみました。今回は肉を硬くならないように焼く方法の一つとして、真空調理用の鍋を使った方法を紹介いたします。これがその鍋ですが、どんなもんかなっていうと、普通の見た目のアルミ鍋に見えるんですけども、裏はIH 対応にするためにステンレス板が貼り付けてあるみたいですね。で、これに蓋がついてるんですけども、この蓋が肝で、こんな感じです。で、この上のこっちの部分を動かすと蒸気を逃がすような格好になってます。蒸気を逃がすとか逆か。蒸気が外の空気がパッと中に入るんですけど、あそこを動かさないと鍋の中が真空になるというふうな構造ですね。この蓋も単独で立つようになってて、置き場所やなんか取らなくてとても便利だと思います。で、メーカーの方はちょっとよくわからないんですけども、ビストーニって書いてある、これがブランド名なんですかね。この鍋がビストーニという鍋らしいです。中に入っていたのは3つありまして、鍋と先ほどの鍋蓋と、あとどんな料理ができるのとかって、そんなことが書いてあるようなガイドブックみたいなものが1冊ついているというふうな構成でした。これ親戚のお葬式の引き出物でもらったんですけども、動画で使おうと思って1年半ぐらい眠らしちゃった感じですかね。ちょっと眠らしちゃってて、ようやく日の目を見るという感じです。で、これに100均ショップで買ってきたこの蒸し用の鍋、底板、これを使います。そしてこれが今回のメイン、お肉様でございます。結構熱いお肉を買ってきました。それでは早速ですが焼いていきましょう。きれいに洗ったつもりだったんですけども、ちょっと動画で見るとちょっと汚かったかな。申し訳ないです。私はこのフッ素加工したフライパン使うときには油を使わないようにしています。で、焼き色が片面につくまで火を入れつつ、先ほどの鍋にお湯を沸かしていきます。もちろん先ほどの100均で買った蒸し器用の敷板も一緒に入れて火にかけています。それではこれがこの引いた状態のものですね。早く沸かないかなという感じですけども、大事なお肉様からも目を離せません。指がもうとちょっと出てきましたね。
鍋の方のお湯が沸いてきたみたいです。お肉の方も熱をしっかりと中まで通しておかないといけないので、じっくりと焼いております。油引いてないけども、見ての通り結構こう中が蒸れたというか水が出ているのがよくわかると思います。それでは肉を置いて肉がびしゃびしゃになっちゃうのが嫌なんで、ちょっとキッチンペーパーで軽く拭きました。ただヒーターが動いた時に水がピュッと吹き出したのであんまり効果がなかったかもしれません。それではドーンと置いちゃいましょうか。見ての通り油は引かなかったんですけども、肉から出た油でこうしっかりとフライパンとの間に油が馴染んでいるのがわかると思います。うれはい、着地。それでは早速ですが、真空調理器の威力を見せてもらいましょうか。ガーッと沸かして、お湯を沸かして蓋を押して、蓋をするとわかりますかね。水蒸気が出てきました。もうもうと水蒸気がビャーっと吹き出しています。圧力鍋だと本当にこの水蒸気とか出てる時中がどうなっちゃってるのかもう本当に怖いんですけども、真空調理鍋の場合はほとんど中に圧力が加わってるわけじゃないんで、気楽なものですよね。すごい勢いで湯気が吹き出してます。これで肉とか中の空気、水に水蒸気に大量のエネルギーが今蓄えられているところです。一応5分ぐらいですかね。5分ちょいぐらいこうガンガン水蒸気でこう鍋の中を加熱して、でその後火を止めて30分ほど放置するというふうな格好にするつもりです。水の温度、水蒸気の温度100度以上になるわけじゃないんで、5分間あれば鍋の中の状態は安定必ずするんじゃないかなって思ってます。それではちょっと5分ほど先に進んでいきましょうかね。5分と言わず30分経ちました。鍋の状態は今触ってみても熱くないという状態です。それでは中が外の空気と同じ圧力に戻りました。すごいですね。一瞬で中の水がピュッていってで30分経ったんだけれども
中の温度はこのように水蒸気が出る程度には温まっている状態になっているようです。真空状態の間で肉の方は断熱された状態でずっと熱を持った状態で維持されるので、その熱で中の方まで熱がしっかりと通るという風な形になってくれてると思います。触った感じも弾力がある感じですね。硬くなってない弾力がある感じになってます。それでは仕上げとして焼き色をちょっとつけようかなと思います。低温でやってるんで表面に焦げ目がついてないので肉の味がちょっと物足りないはずなんですね。でさっきのドリップの方もちょっと赤いような感じになっていたので、そういったことも気になったりもするので、そのドリップの処理兼ねて肉の表面を軽く焼いて焼き色をつけて美味しく仕上げるという感じです。表面を焼くだけなんで中に火が通るほど長い時間炙るつもりはありません。はい、肉をそれ綺麗に焦げ目がついたと思います。焦げ目がつけば出来上がり。こんなもんでどうでしょうかね。それではこの肉を切っていきたいと思います。一番最初は肉を美味しく食べたいので脂身の部分を軽く切り離していきます。はい、これで脂身のない美味しいタンパク質の部分だけがこう残った感じですね。切ると中はぐっとまるでローストビーフのようにピンク色になった肉が顔を出しました。結構美味しそうですよね。ローストビーフっぽく見えるんでちょっと薄めにしようかな。ちょっと薄めにカットしよう。ローストビーフみたいに本当に薄切りにするつもりはないんですけどね。肉がホロホロになっちゃってるから包丁でちょっと切りづらかったですね今のところ。肉の柔らかさが伝わったんじゃないかという気もします。どっから見ても中がピンク色になってるのを見えますでしょうかね。
すがに箸で切れるというほどにはなってなかったんで、ちょっと引っ張っちゃいましたが、肉は全く硬くはなっていなくて、弾力があって美味しいお肉でした。食べるのをやめられません。美味しすぎます。よくできました。今日もお肉美味しくていい一日でした。今回は肉を硬くならないように焼く方法ということで、真空調理器、真空調理鍋を使って肉を調理する方法を動画としました。よくある肉を柔らかく食べる方法っていうか、そういったのってパイナップルを使ったりなんじゃかんじゃいろんなもの使いますが、みんな味が変わってしまって肉本来の美味しさを味わえなくなってしまうので、私はこういう風な焼き方をするのが美味しい食べ方だと思います。もしも真空調理鍋持っていて使っていない方がいらっしゃいましたらば、こんな使い方もあるんだよということで、お肉を美味しく食べるのに使っていただけたらと思います。それでは今日もご視聴ありがとうございました。またのご視聴をよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。